高島ファルコンの千秋です。安藤です。今日は来年度から東京都の職員に対して週休3日制を導入するという話をしていきたいんやけど、これは東京都の小池百合子知事が所信表明で、都庁で来年度からフレックスタイム制を活用した週休3日を導入するという話をしてて、職員それぞれのニーズに応じた働き方改革をしてもらいたいっていうのが述べとるんやけど、週休3日には主に3つのパターンがあって、1つ目が休みが増える代わりに給与も減る形。2つ目が休みが増えても給与が変わらない形。で、3つ目が週に5日の勤務時間を4日で働き、給与は変わらないっていう形なんやけど、今回東京都の場合は、この3番目のパターンが想定されとると言われとんのよね。1日の労働時間が増えるってことか。そう。1日休みになる代わりに、他の曜日にその分多めに働くっていう。長く働いてくださいっていうフレックスななるほどね。やり方なんやけど、これに対して週休3日制の是非についてマイナビがアンケートを取ったんやけど、57% が推進すべきではない。だから週休3日しなくてもいいよっていうこと。で、推進すべきだって言ったのが 37%。で、結構否定的な意見が多いんだよね。意外やな。休みたくないんか。ただし、年代別に見てみると、年齢が若い人ほど週休3日制に肯定的で、30歳代以下では6割以上が推進派と賛否が逆転しとる。で、合わせてマイナビの調査では、収入が減るなら利用したくないっていうのが8割を占めてると。そらそうやな。一方、1日の労働時間が増えて収入が変わらないなら利用したいと答えたのが約半数。勤務日数が減少しても収入が変わらないなら利用したいが8割となっとんのよね。そりゃそうやんな。休み増えて給料変わらんのやったら実質給料上がっとるってことやからな。これ10割でもいいなと思うんやけど。働きたい人はおるってことやね。こっから週休3日制にする企業側のメリットを話していきたいんやけど、まず一つ目が離職率の低下や人材確保につながる。二つ目が従業員の生産性や収益性の向上を見込める。で、三つ目がコストを削減できる。っていうのが主に挙げられてるメリット。コストって人件費とか、オフィスの光熱費とか、家賃とか、管理費みたいなところか。そうやな。それが単純に今まで5日やっとったのが他で済みますよっていう話かな。で、逆にデメリットとして、従業員の業務に偏りが出る。で、二つ目が機械の損失が出る可能性がある。三つ目が勤怠管理の負担が増える。確かに企業側からすれば、この日に誰がおるかおらんかっていうのも把握せなあかんし、純粋に労働がその分止まってしまうからっていう。確かにな。例えば営業マンが休日が増えるとな、その分取れとった仕事が取れなくなるかもっていう機械損失は発生したりするかもしれんな。例えば毎日顔を合わせるようなお客さんのとこに、一日こんだけで言われるっていうのもあるかもしれんな。本当に懇意にしとるお客さんとかやったら。そうやな。勤怠管理についても、シフト制ってなるとシフトを組んだり把握したりするのはすごいめんどくさそうやな。そうやな。結局雇用側の負担にはなってくるよな。で、次は逆に従業員側のメリットに関して、一つ目がワークライフバランスの実現に役立つ。二つ目がスキルアップのための時間が増える。っていうのが挙げられとんだけど。なるほどね。単純に週休3日制になったことで、1日休みができてその分リラックスする日を与えましょうっていう。旅行したり趣味とか。そうそう。時間を費やせるっていうのはある。疲れとったらもう1日寝てもいいしとか。あと副業とかでやりたいことがあったら、そのための時間が取れるみたいな感じかな。二つ目のスキルアップのための時間が増えるっていうのは。でもこれってさ、都の職員とかはさ、公務員やからな。副業できやんから。どうだろうな、それは。そうやな。資格の勉強はできるけど。今回のその東京都の政策に関しては、資格もそうやけど、例えば転職活動を検討してる人だったらその日に面接を入れるとかもうできるんじゃない？無断で副業する人が増えそうやな。確かにな。で、逆に従業員側のデメリットとして、一つ目が長時間労働になりやすい。二つ目が評価の機会が減る。三つ目が給与が減る可能性がある。っていう結構目に見えての問題点になると思うんやけど。確かになって感じやな。他の日にしわ寄せが来るってことやし、単純に労働1日休むから給料がその分カットされるっていうデメリットやな、これは明らかに。で、実際に日本の企業でももうすでに週休3日制をやっとる民間企業が何個かあるんだけど、例えばユニクロとか他はパナソニック、佐川急便とか大手もやっとるんやけど、ユニクロは結構有名で業績とかの改善できましたっていうのも言うとったよな、確か。聞いたことあるな。ファーストリテイリング。これいうのって海外やと国家主導でやっとったりする国もあるみたいやけどな。特にヨーロッパの方は結構盛んなんやんな、これ。ヨーロッパやとアイスランドとベルギーでもう正式に法律で週休3日が導入されとるらしいな。
ベルギーとか特に週休3日やけど、以前より給料が同じままっていう。これ要は実質的な賃上げっていうことやからさ、そうやな。政府が目指しとる賃上げにつながるんじゃないこれって。福祉国家って言われるような国は、アイルランドとかやったら、この週休3日で景気が良くなって、失業率が低下して、労働者の幸福度が大きく上がったっていう実績も出とるしな。2022年にさ、イギリスが半年ぐらい実験したんっていうのも話題になっとったな。民間企業で実験をして、結構肯定的な結果を得られたっていうのも話題になっとったな。それがヨーロッパで成功したからって日本でも同じ理論が通用するかっていうのがまた、別の問題ではあるんやけどさ。今の働き方のベースがな。定着してしまっとるからな。週休5日でしかも長時間労働が常態化しとるからな。そうそうそう。で、今回も東京のその週休3日っていうのはさ、フレックスを有効活用して週に1回休みが取れるってだけで週の労働時間は変わらんからな。だから40時間をね、4日でやるってことや。そうそう。他の曜日に働く時間が長くなるだけで、勘違いしてる人が東京引っ越して週休3日働くぞっていう人もおったんやけど、それは違うくて、あくまでも東京都の職員、だから民間とか、あと、例えば教職とか同じ公務員とかは全然変わらずに週休2日で回していくみたいな感じな話なんすな。勝手に勘違いしとんねや。東京都の全域で全ての企業が週休3日になるっていう。そうそう。だから東京引っ越すわとか。エアプやん。そう、東京羨ましすぎるやろみたいな言っとったけど、あくまでも一部、しかも都庁の職員だけっていうのが今回の話なんやけど。関係ないけどさ、ニュース記事の中身読まずにさ、発信するやつ多すぎるような。おいおい、マジで。勝手な解釈してな。そうそうそう。中身の一番最初に書いてあるようなことすらもう分かってない人が多いからな。タイトルすら読めてないっていう。そう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 。日本人の国語力も落ちたもんやな。でも、どうなるな、週休3日って。東京都のさ、労働時間を変えずに週休3日を導入するっていうのはさ、要は週40時間を4日でやるってことやから、鳴らすと、要は1日10時間ってことやん。うん。あ、そうやな。1日10時間ってことはさ、9時始業やとしても、8時までか夜の。いや、長えな。9時20時の拘束時間やからさ、そう長い、ちょっとなんかしんどいような気もするな。いや、しんどいな。普通の労働とそんな変わらんって思うわ。どう捉えるかやんな。例えば1日休みができるってだけで、通勤とかさ、会社に行く手間とか、会社の人と顔合わせなくて済むって考えやったら、4日でも1日休みになるだけで、ありがたいっていう人は一定数おるんじゃないかな。あとは、元からどうせ1日2時間ぐらい残業は普通にしとるっていう人からしたら、ありがたいかもしれんな。もう会社から公式に認められてな、1日休めるってことやから、大手を振って休めるわな。確かにな。もともと残業が多い人からしたら。もともと残業多い人がそんな週休3日にできるかどうかっていう疑問もあるけど。確かに。それやったら8時まで働くんじゃなくて、それがもっと9時とか10時になる可能性だってあるから、それはどうなんやろなって思うけどな。選択できるってさ、ことなんかな、これって。一律にやるっていうわけではなくて、週休3日にしたい人が週休3日にできるっていうやり方やとしたらさ、そういう会社もあるみたいなんよ。今の、もうすでに導入してる会社だと。でも、週休3日を選択制にしてしまうとさ、結局、週休2日の人にさ、仕事が偏ったりさ、その分、回されて、負担が大きくなるよな。そうそう。待遇が悪くなったりしそうやんな。だからそれで同じ給料やったら、週休2日で回してる人からしたら面白くないわな。そうそう。で、結局週休3日の人があんま出世できやんとかさ、育休取った男の社員が出世できやんとか左遷されたみたいな感じでさ、そういう風になる未来が見えるな。確かにな。だからまだ日本に週休3日っていう文化が根付いてないから、良くも悪くも小池さんの挑戦的な政策やと思うけどな。でも東京都とかがさ、役所が率先してやらんと民間がやらんから。確かにな、そういう足掛けって言ったらいいかもな。英断ではあると思うけどな。でも、やるんやったらほんま一律でやらなあかんと思うわ。みんな週休3日にならんと取りづらい気するな。そうやな。選択制とかやと。どうなのな、週休3日やと、給料ベースでいくと 20% 減になると思うから、給料減額パターンでいくとな、20万の給料やったら4万減るから16万か。大きいな、なかなか。結構きついな。個人的には週5で缶詰になって働いとる人ら、工場とかオフィスワークで分単位で仕事をやらなあかんっていう人らやったら、息抜きっていうか仕事に休みが必要やから、中日の水曜日とかに休んでリラックス、リフレッシュしてもらうっていうのもいいと思うけど、営業職とか外回りのある程度、その自分でスケジュールを管理できる、組める職種は
別に必要ないかなとは思うけどな。休みと言いながら結局電話とかメールは来るから、あー、なるほどな。仕事に追われるのは一緒なんさな。うん。休みの日でも電話対応せなあかんっていう働き方もちょっとどうかと思うけどな。週休2日やとしても。そもそもそういう考え自体があれやけどな。週休3日のうちの増えた1日を選べるのか選べやんのかっていうのでも変わってくる気がするな。確かにな。そこが変動するんやとさ、部署間で調整みたいな感じになってさ、本当は金曜日休みたいのに、上司が金曜日休むから、自分は木曜とか水曜に休まなあかんとかなるとさ、いや、絶対そういうの出てくると思うで。予定も組みづらいしな。同じ人が、同じ部署とか同じ課の人が、同じ日に平日の休みを取ると、仕事が回らなくなって、下の人間が、本当に休みたい日に休めんとか、出てくると思う。そんなでな、関係性こじれても嫌やしな。めんどくさいわ。でもこの物価高の世の中で、給料減額パターンの週休3日はまあ無理やろうな。困窮するな、みんな。いやー、無理やと思うし、従業員側もそんなぐらいやったらっていう意見がいっぱいおると思うよ。ってことはまあ給料そのままで労働時間が増えるパターンか。やるんやったら。そうやな。1日10時間か。週によるけどな。旅行でな、連休取りたいっていう時に、自分で調整して、まあそれがフレックスなんやけど、自分で調整して、この週は週休3日とか、そういうな、やり方ができるんやったら全然いいと思うけどな。確かにな。でも今回その東京がこうやって打ち出したことで、地方とか民間までに波及するかっていうのが今後どうなるかって感じやけどな。でもやっぱり体制的に日本で週休3日はよっぽど効果が出たとかじゃない限りはないと思うわ。そうやな。まだまだやっぱさ、古い考えがはびこっとるからさ、今まで。良くも悪くも。週休3日にした企業とか、そういう組織が叩かれるんやろな。お前ら楽しとるだけやろみたいな。今まで。そう。よっぽど仕事なかったんやろって思われそうやんな。実際東京都ももう言われとるやんな。東京都の職員はどうせ仕事がねえからそういうことができるんやみたいな。そう。同じ公務員でも東京都の職員は週休3日行けるけど、教職とか私立高校の教員は土曜日まで講義かなんかあって、実質週休1日なのにおかしくないっていう意見も出とるからな。あとはそういう仕事に就ける人と就けやん人で格差が広がるとかも言われとるよな。そう。格差は広がるわ。だいたいこの増えた1日で資格の勉強とかする人と普通にダラダラ休む人ですごいいろんな能力の差が生まれてきそうやわ。確かにな。実質しかもさ、その休んだ1日で副業とかしとったら労働時間増えとるからな。確かにな。その休みでリラックスしてほしいとかいう考えからは全く外れとるから、何のために週休3日にしたか分からなくなってくるな。本末転倒。自分で選んで副業するやったらいいとは思うけど。そうやな。ウーバーの配達員とかやっとったらさ、休んだ1日ね。もう何が何やらって感じやな。確かに逆に体力ヘトヘトになって、本職の効率も落ちる可能性出てくるしな。疲れで。でもフレックスでな、こうやって自由に時間とか調整して働けるようになるのはいいことやとは思うわ。いいことやな。理想は本当に単純に他の曜日にも負担をかけずに、給料そのままの週休3日っていう企業が増えていくのが望ましい、ベストな考え。嬉しい、個人的にも。そうやな。実質的な賃上げをな、実現してほしいわ。石破政権には。そうやな。国主導でな、もうやってほしいわ。そうやな。やってほしいな。もう法律にしてな、もはや。そう。今日はそんな感じで、東京都が週休3日を来年度から実施するという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。